少し目を閉じて想像してほしい。もしも世界中の人間の声がすべて同じだったら、男も女も老人も子供もささやき声も怒鳴り声も完全に同じだったら、最初に来るのは違和感じゃない、恐怖だ。朝目が覚める。家族がおはようという。その声は昨日ニュースで聞いた犯罪者の声と同じ。恋人が笑う。その声は昨日すれ違った知らない男の声と同じ。街に出る。すれ違う全員が同じ声で話す。世界がコピーされた音で満たされる。電話が鳴る。ねえ、私だけど、わかる？その声は誰の声でもあり、誰の声でもない。名乗らなければ相手が誰かわからない。名乗られても本当かどうかわからない。声が同じというだけで世界中の人間がなりすまし可能になる。会議が始まる。発言者がわからない。責任が消える。誰が言った？さあ、声では追えない。声が同じ世界では嘘が最強の武器になる。だが問題はそれだけでは終わらない。人は声で感情を読む。優しさ、怒り、悲しみ、迷い。だが声が同じならその温度は消える。同じ声で好きと言われる。同じ声で嫌いと言われる。その差はどこにあるのか。言葉だけが残り、感情は薄れる。子供が泣く。親の声がわからない。安心できない。世界は少しずつ不安定になる。人は適応しようとする。仕草、歩き方、言葉の癖、声以外の個性を必死に探す。だがそれでも足りない。声という最大の識別が消えた世界では、人間関係は冷たく、脆くなる。そして仕事が壊れ始める。コールセンター、接客、会議。声が同じというだけで混乱が生まれる。発言者がわからない。指示の出所が曖昧になる。責任が霧のように消える。誰が言ったのかわからない世界になる。それはつまり責任が存在しない世界だ。嘘は増え、真実は薄れる。信頼は証明できるものではなくなる。信じるかどうかだけになる。そしてもう一つの問題が生まれる。自分の声だ。録音した自分の声。それも他人と同じ。自分らしさが一つ消える。アイデンティティが揺らぐ。自分の声とは何だったのか。ただの音だったのか。それとも自分そのものだったのか。世界は静かに変わり続ける。声が同じ世界では感情の伝達が難しくなる。喜びも悲しみも同じ音で届く。その違いはどこで判断するのか。表情か、言葉か、間の取り方か、それとも信じるしかないのか。信頼は
形を失う。そして人間関係は再構築を迫られる。声で安心することができない。好きな人の声、落ち着く声、それがすべて消える。人は声以外の何かを求め始める。仕草、呼吸のリズム、言葉の選び方。だがそれでも完全ではない。なりすましは消えない。むしろ増える。声という壁が消えた世界で、嘘は簡単になる。信じることが難しくなる。そして、ある日、誰かが言う。声が同じでも、お前だとわかる。なぜわかるのか。言葉の選び方、間の取り方、呼吸のリズム、声以外のすべてがその人を作っていた。人は声だけで人を判断していなかった。もっと深い部分で人を感じ取っていた。つまり声が消えても人は完全には消えない。だが世界は変わる。静かに、確実に、声のない個性の世界へ。そして人は気づく。声とは何だったのか。ただの音ではない。記憶であり、感情であり、安心そのものだった。それを失ったとき、初めてわかる。当たり前の価値に、もしもみんな同じ声だったら、世界は壊れるわけではない。だが、確実に変わる。人との距離が少し遠くなる。信じることが少し難しくなる。それでも人は生きる。声がなくても、人を理解しようとする。新しい方法でつながろうとする。それが人間だ。だが問いは残る。あなたの声が消えたら、あなたは何で自分を証明するのか。なんで人とつながるのか。声とは何だったのか。必要なものだったのか。それとも失って初めて気づくものなのか。答えは簡単ではない。だが一つだけ言える。私たちは声に支えられて生きている。気づかないまま。あなたの声はあなただけのものだ。誰とも違う唯一のものだ。その価値に気づいているだろうか。当たり前はいつか消える。だからこそ、今この瞬間の声は特別だ。もしもそれが消えたとき、あなたは何を残すのか、何を伝えるのか、何を大切にするのか。その答えがあなたという存在になる。声が同じでも人は同じにはならない。だからこそあなたはあなたのままだ。世界が同じ声で満たされても、あなたの選ぶ言葉は唯一だ。あなたの沈黙は唯一だ。あなたの間の取り方は唯一だ。声が奪われても、あなたは消えない。だが、世界は変わる。静かに、確実に、声のない世界で、人は何を信じるのか、何を頼りに生きるのか、何を愛するのか、
その答えを探す旅が始まる。声が同じでも心は同じにはならない。だからこそ人は人を求める。声ではなくその奥にあるものを。それが人間だ。